ンネルを始めて訪れた場所の中からまた行きたいと思った旅先を5つ選んでランキング形式で発表していきます。このランキングは私の独断と偏見です。どれも個性的でまた行きたいなぁと思える場所ばかりです。それでは第5位から発表していきます。5位は福井県の福井堺エリア、奥越エリアです。福井県は2024年に北陸新幹線が延伸し注目を集めているエリア。私が訪れたのは2025年3月。まだ観光客が少なくゆっくりと回ることができました。この時は1泊2日で越前大仏、永平寺、東尋坊と福井の名所を巡りました。中でも印象的だったのは越前大仏です。高さ17メートルの大仏様を中心に壁一面にずらりと並ぶ1281体の石仏。その数と迫力に思わず立ち尽くしてしまいました。バブル期に一人の実業家が故郷への恩返しとして建てたという独特の歴史背景も興味深いものでした。広大な敷地に人影はまばらで、どこか不思議な静けさが漂う場所でした。永平寺では曹洞宗の大本山として770年以上の歴史を持つ禅の世界に触れました。修行僧の方々が行き交う回廊を歩いていると自然と背筋が伸びるような凛とした空気が流れていました。木々に囲まれた境内は心が洗われるような静筆さに満ちていました。旅の途中、金華堂早川で名物の羽二重餅もいただきました。絹のように滑らかな食感は福井ならではの味わいでした。美味しくてふるさと納税でまた買ってしまいました。そして福井といえば越前ガニ、カニの坊というお店で人生初のカニフルコースをいただきました。正直かなり奮発しましたが、ゆでガニの甘さは別格、身がぎっしり詰まったカニを頬張りながら食べてよかったと心から思いました。福井を第5位に選んだのは、予想を上回る楽しさがあったこと。越前大仏のスケール感、永平寺の荘厳さ、そして越前ガニの美味しさ。比較的空いていて自分のペースで回れたのも大きなポイントでした。歴史や禅の世界に興味のある方、静かに名所を巡りたい方におすすめの場所です。第4位は富山県の高岡氷見エリアです。私は2025年2月に1泊2日で訪れました。
氷見エリアには高岡駅から氷見駅までを結ぶローカル線が通っています。この旅でどうしても見たかったのが天原市海岸から望む立山連峰です。海越しに3000メートル級の山々が連なる景色。これほどの標高差で海と山が同時に見れる場所は世界でも珍しいと言われています。実は朝訪れた時は天気こそ良かったものの逆光で立山連峰がほとんど見えませんでした。少し落ち込みながらも諦めきれずにその日の午後もう一度足を運んでみました。すると今度は雲一つない青空の下、白く輝く立山連峰がくっきりと姿を現したんです。富山湾の深い海と雪をかぶった山々の白、その美しさにしばらく言葉を失いました。立山連峰を見るなら午後がおすすめです。朝は気嵐という海面から湯気のように霧が立ち上がる幻想的な現象が見られることもありますが、山をくっきり見るなら光の加減が良い午後が狙い目でした。そして氷見といえば海の幸。朝は氷見漁港の市場食堂で新鮮な海鮮丼を食べました。夜は松葉寿司へ。ここでいただいたお寿司は今まで食べた中で一番美味しいと思えるほどでした。ネタの鮮度、口の中でほどけるシャリ、そしてその一体感、これが本物の寿司かと思わずうなりました。富山県の高岡氷見エリアを第4位に選んだ理由は、この海の幸の美味しさと天原市海岸の絶景。一度見れなかった景色を諦めずにもう一度見に行ったことで、より忘れられない旅になりました。海鮮好きの方、そして日本の絶景を見たい方にぜひおすすめの場所です。第3位は福島県の奥会津エリアです。私は2025年6月に1泊2日で訪れました。奥会津は只見川沿いに広がる山深い地域。奥会津には只見線という一本のローカル線が走っています。福島県の会津若松から新潟県の小出まで山深い景色の中を縫うように進む全国屈指の秘境路線です。この旅のハイライトは無限郷の私。かつて対岸の集落を結び、地元の人々の生活の足だった渡し船を観光用に復活させたものです。船に乗り込むと川面を霧がゆっくりと包み込み、まるで異世界に迷い込んだような感覚に。一つの船に1グループだけで乗れるため、他の観光客を気にすることなく静寂の中ゆったりと川を渡ることができました。聞こえるのは船頭さんの櫓を漕ぐ音と水の流れる音だけ。幻想的でどこか懐かしい不思議なひとときでした。
また金山ふれあい広場から眺めた大志集落の景色も忘れられません。只見川沿いに山と小さな集落がポツポツと並ぶ風景は日本の原風景そのもの。川霧が立ち上がる朝の景色はまるで水墨画のようでした。時間がゆっくり流れているような穏やかな空気が漂っていました。宿泊は清流の宿河内、只見川が間近に見える静かな宿で、柳津町の観光にも便利な立地でした。翌朝、柳津町を散策し、地元のパン屋さんでいただいた朝食も美味しかったです。観光地の華やかさとは違う日常に寄り添うような温かさがありました。奥会津を3位に選んだ理由は、その静けさと日本の原風景を思い起こさせてくれる景色、観光地化されすぎていない素朴な美しさがここにはありました。都会の喧騒から離れ、静かに過ごしたい方におすすめの場所です。第2位は長野県の奈良井宿です。私は2025年4月に1泊2日で訪れました。藪原宿から鳥居峠を越えて奈良井宿まで向かう中山道トレッキングを楽しみました。中山道のうち深い山々に囲まれた基礎地域を通る区間は木曽路と呼ばれています。奈良井宿はその木曽路にある宿場町の一つ。中山道69対のうち34番目にあたり、約1キロにわたって江戸時代の町並みが続く日本最長の宿場町として知られています。以前同じ中山道の宿場町妻籠宿から馬込宿まで歩いたことがありましたが、こちらの鳥居峠ルートの方が人が少なく、より静かに歩くことができました。木漏れ日が差す古道を一歩一歩進んでいると、江戸時代の旅人のようになった気分に。峠を越える達成感とともに奈良井宿の入り口が見えた時は思わず声が出ました。
奈良井宿に足を踏み入れると格子戸の家々が並ぶ古い街道が続いていました。歩いているだけで時間を遡っているような感覚になります。宿場町の中にはカフェやお土産屋さんも点在していて、それぞれに個性があり、立ち寄るのも楽しかったです。宿泊はお宿伊勢屋奈良井宿の中にある宿で、朝と夜観光客がいなくなった静かな宿場町を歩くことができました。夕暮れ時、家に明かりが灯り始めた宿場町の美しさは、泊まった人だけが味わえる特別な景色です。お風呂も清潔で、食事は地元の山菜を使った料理が印象的でした。土の恵みを丁寧にいただいているという実感がありました。奈良井宿を第2位に選んだ理由としては、宿場町に泊まることで味わえる朝と夜の静けさ、そして中山道を歩いて宿場町にたどり着くという江戸時代の旅を追体験できたこと、宿場町の散策が好きな方、歴史を感じながら歩くのが好きな方にぜひおすすめの場所です。第1位は長野県の渋温泉です。私は2025年2月に1泊2日で行ってきました。渋温泉は長野県の北信エリアにある温泉街です。渋温泉の魅力は何といっても温泉街の雰囲気。石畳の細い路地、旅館が軒を連ねる街並み、そして温泉街のシンボルである外湯。昭和の時代にタイムスリップしたようなどこか懐かしい空気が流れています。渋温泉には給湯巡りという楽しみ方があります。温泉街にある9つの外湯を巡り、それぞれの湯でスタンプを集めるというもの。浴衣姿で下駄を鳴らしながらのれんをくぐって湯に浸かる。この湯巡りの時間がなんとも贅沢で非日常そのものでした。さらに給湯巡りという温泉街のお菓子を集める楽しみも。い
とお菓子箱という可愛らしい箱に街のお菓子屋さんを巡って詰め込んでいく。温泉と甘いもの、どちらも楽しめる粋な仕掛けでした。宿泊は千と千尋の神隠しのモデルにもなったと言われる老舗旅館金具屋。歴史ある木造建築の館内には趣の異なる温泉がいくつもあり、湯巡りだけでも時間が足りないほど。夜、ライトアップされた外観はまさに映画の世界そのものでした。温泉街にある射的屋さんでは、私の射的の才能が突然開花。お店のおじさんも驚くほどの命中率で、思わぬ旅の思い出になりました。渋温泉を訪れる前に近くの地獄谷野猿公園にも寄りました。温泉に気持ちよさそうに浸る野生の猿たちの姿に思わず顔がほころびました。渋温泉を1位に選んだ理由は、温泉街をゆっくり歩く楽しさ、そしてまた帰りたいと思わせる懐かしさ。日常の喧騒を忘れてのんびり湯巡りをしたい方におすすめの場所です。チャンネルを始めて訪れた場所の中から特に心に残った場所5つを発表させていただきました。どの場所もまた行きたいと思える旅先ばかりです。ぜひ皆さんの行ってよかった旅先もコメント欄で教えてください。次の旅の参考にさせていただきます。私もまだ行ったことない場所を開拓しながら、また素敵な旅との出会いを楽しみたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さらに YouTube に新しくハイプという応援機能が追加されました。動画公開から7日以内にハイプをしていただけると、より多くの人に動画を見てもらうきっかけとなります。やり方は簡単です。高評価ボタンの近くにあるハイプボタンを押してください。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。